オウムのセルの試作品というふうに呼ばれています。一つ一つの切り出したパーツがですね、別々に動くんですね。口で説明するより一回やってみます。これが最大サイズですね。ついつい僕ら間違うんですけども、この大地ですね。これ砂じゃないんですよ。ナウシカって砂漠の世界で周りが砂だらけっていうふうに思っている人がすごく多いんですけども、これこの世界にもうすでに砂なんてものはほとんどないんですね。土もほとんどないんです。大地に見えるものはなんでこんな色してるのかっていうと、錆びたものと、あとセラミックの細かいかけらしかないんですよね。そういうふうな世界の絶望的な終わりの中を生きているっていう話なんですよ。オウムが最初出てきてですね、大暴れしてですね、で、ナウシカが襲われていたユパを救うっていうシーンがあるんですけども、かつての教え子のナウシカに救われます。メーベイに乗ったナウシカからですね、あっちの砂丘の上で集合っていう風に、合図されたユパは、ナウシカだったのかと。分かんなかったわけですね。驚きながらも砂丘の上に登ります。そうすると、そこには奇妙な塔がいっぱい立っています。虫よけの塔ですね。ユパが登っていくとですね、砂丘の上にですね、塔が立っていて、石造りの塔が立っていて、そこに奇妙な風車というか風車がいっぱい立って、で、ブーンっていう音が立ててあります。これはですね、絵コンテによると虫よけの塔というやつであって、風でですね、風車が回転すると、虫にとって嫌な音が発生するっていうふうに書いてあります。ちょっとここのやつ見たら、わかりにくいんですけども、風車の羽の真ん中辺にですね、小さい穴が開いてるんですね。羽が回転することによって穴の中を空気が通ってですね、ナウシカが持っている虫笛みたいなやつのですね、もっと低周波の音が出てくると。で、これがこの虫の嫌な音らしいんですよ。つまり、風の谷に不快から飛んでくる虫を防ぐために、この塔があるっていう設定になってます。僕が思うにですね、結構大変な仕掛けなんですね。役割はもう一つあってですね、風の強さや方向を示すっていうのもあるんじゃないかなと。虫よけっていうのもあるんですけども、それ以外にですね、風の谷ってもうなんで存在しているのかというと、海の方向から吹き上げてくる風で、不快から飛んでくる胞子や瘴気、つまり猛毒からですね、住んでる人を守ってるわけですね。風っていうのがもう全てなんですよ。その風がなくなったり、止まったりですね、もしくは逆に吹いたら、もうすぐに村は滅びてしまうわけですね。宮崎駿自身もですね、もちろん風は時々違う方向から吹くことがあるので、それなりに生き残る術も仕掛けも彼らは考えてますというふうに書いてるんですけども、それが具体的にどういうふうなことなのかっていうのは、説明してくれてないんですね。なので僕らはこの見せられている材料の中から風の谷がもし風が逆流した時にどうやって彼らは生き残ることをするんだろうっていうのをですね、読み取る必要があるわけです。で、その一つがこの虫除けの塔。おそらくですね、虫除けの塔って、ここら辺にですね、なんかギアボックスみたいなものがあるやつがあるんですね。回転数が変わったりすると分かる仕掛け。なので、風向きとか風速とかが変わったりすると、虫除けの音ではなくて別の音を発する。もしくは虫除けの音を発しながらも別のカチカチいう音とかですね、もっと高い音とかを出して、風の谷の方のですね、耳がいい人に知らせるような機能もあったんじゃないかっていうふうに僕は考えます。これは僕の想像なんですけども、さっき言ったこの虫除けの塔っていうの自体は絵コンテにも書いている設定です。で、虫除けの塔にはその他にも風の方向がわかるような仕掛けがあったんじゃないか。これは僕の想像です。で、次にここからは画面からの読み取りです。この塔は石でできてるんですよ。で、なんでかっていうと、地面がすでにここの砂みたいに見えるのが砂ではない。これは錆とセラミック片だっていうふうに説明しました。この世界にですね、すでに鉄なんていうものは存在しないんですよ。宮崎駿はですね、これ絵の中で描いてるんですけども、お話の中で説明してない設定がいっぱいあるんですね。その一つがですね、この石造りの塔なんですよ。すべての素材は大昔にセラミックに置き換えられてるんですね。鉄とかそういう他の素材を掘り尽くされて、すべてセラミックにですね、焼き換えられてるんですよ。スーパーセラミックっていうやつで宮崎駿が勝手に設定したものなんですけど、この世界は実は資源っていうのが全くなくなってしまった。ただ、セラミックだけがいっぱいあると。で、セラミックを作る技術があれば、それでも構わないんだけれども、その一旦セラミックを再生する、もう一回作る技術が崩壊してしまった後、リサイクルが不可能なセラミックしかない世界っていうのが存在してしまった。その砂漠ができてしまったというですね、全然引き返しがつかない世界に来ちゃってるわけですね。なので、風の谷にある、例えば金属の金具
金具に見える部品ですね。例えばその風車とかに使われている部品、金具に見える部品も大体全てですね、かつてセラミックであった塊から削り出して作ったものっていうのが多いんです。だから、ナウシカの世界には新たに作ったものっていうのがすごい武骨な形とかしてるんですね。それはもう鉄とか真鍮とかそういう扱いやすい金属っていうのがもう全くなくなってしまってるからです。ゼロから作り出さなきゃいけなかった。そうすると何かというと、もう風の谷はぶっちゃけ石器時代に一回戻るしかなかったわけですね。石器時代に一度戻るしかなかったのですね。もう小石を積み上げてこの塔を作ってるんですよ。確かにこの風車の部品とかそういうようなものはなんとかですね、なんか残ったものとかですね、もしくは風の谷に生えている木とかである程度作れたりするし、あとはセラミック品、破片を削ったりできるんですけど、これらはですね、すべてセラミックの小石、砕け残ったものをですね、積み上げて石器時代に一度も残って塔を作っているわけですね。風の谷の建物がレンガや土とか石とかでできているのはそのためなんですよ。一度石器時代に戻ってしまった。スマホが僕ら今ないともう何もできなくなっちゃってますよね。同じようにセラミックとか遺伝子工学で作られた生物の助けなしにはですね、もうこの時代の人間っていうのは生きていけなくなってたわけですね。今から800年後の人間は生きていけなくなったと。その文明崩壊から1000年経ってようやっと風の谷の人たちはポストセラミック時代を終えて、で、石器時代よりちょっとマシな時代に移行している。こういうふうな時代を書いている。それがこの、虫除けの塔の、この石造りの塔でわかるわけですね。着地した瞬間ですね。着地した瞬間、ここにですね、さりげなくラストの伏線が入っているですね。後ろに見えるのは三の海なんですけど、三の海の手前に見えるのは最後の決戦の時にですね、風の谷の人たちが全員が逃げ込んだ宇宙船の残骸なんですよ。このファーストシーンでですね、もうラストシーンの状況というのかな、風の谷より高い位置にあって三の海の近くに宇宙船が放棄されているっていうのをですね、ちゃんと見せてるわけですね。そういうふうなものを一番最初から見せるというですね、映像的な伏線というのを忘れていない。久しぶりに再会したですね、ユパとナウシカの会話です。ナウシカ見違えたぞ。っていうふうにユパが言うと、1年半ぶりですものっていうふうにナウシカが答えます。つまり1年半ぶりに会った。皆に変わりがないかっていうと、ナウシカの顔が暗くなる。どうしたって聞くと、父はもう飛べませんっていうふうにナウシカが言うんですね。そうするとユパが驚いて、ジルが、森の毒がそんなにって聞くと、はい、不快のほとりに生きる者の定めとか、いうふうにナウシカが答えると、ユパがもっと早くに訪れるべきであった。っていうふうに言います。映画の最初から寝たきりなんですけども、それ昔から寝たきりではなくて、ユパが1年半前に風の谷にいた時は元気だったと。その元気だったのがたった1年半でもう寝たきりになって動けない。それぐらい早くその病気が進行したと。不快の毒による病気が進行したと。もう飛べませんっていうぐらいだから、実は映画の中で寝たきりのじいさん、1年半前までは飛んでたわけですよね。じゃあ、ナウシカ、メーベもらって飛んでるのって割と最近だったのねっていうふうにちょっと驚いたんですけどもですね。この悲しげなナウシカのセリフが本作のテーマでもあります。で、なんでかというと、宮崎駿がやりたかったのが、もともと砂漠の民だったそうですね。それはもうデビュー作の漫画描いてる頃から、砂漠という過酷な環境の中でなんで人間は生きるんだろうと。それは人間の大地っていう小説があるんですけど、それがですね、やっぱり過酷な環境、南アメリカとかアフリカの砂漠地帯なんですけど、そういうふうな環境の中でなんで人間は生きていくんだろうと。で、そういう過酷な環境の中で風を受けて、自然の中、それも人間に対して優しくない、厳しい自然の中で生きていくことによって、その人間性、精神性というのが高められると。これを青春の頃に読んで、もう大ショックを受けた宮崎駿は、そこから先、砂漠の民はなんで砂漠の中で生きてるんだろうという、この思いに取り憑かれてたんですね。なんで彼らは砂漠の民は水が豊富なところで暮らさないのかと。宮崎駿のアニメの全てに出てくるですね、何度も出てくる大テーマですね。支えるに足りる共同体。そこで場で生きていくに足りる。つまり、苦労してでもそこで生きていきたいと思う共同体っていうのがですね、このお話の中からも本当にはっきり出始めてます。もののけ姫のタタラバっていうのはそれの典型例みたいなもんなんですけど、ド直球にもののけ姫はそれがテーマだったんですけど、風の谷はなんで支えるに値するのかと。父親の命を削るですね、その毒の中でなんでナウシカたちは暮らすのか。
映画をですね、ぼーっと見てたり、テレビぼーっと見てると、信じ合う仲間がいるからとか、平和だからとか、自然と一緒に生きてるからってかですね、そういうふうに見えてしまうんですよ。でも、ナウシカたちにとって風の谷で生きるということは、実はもっともっと残酷なことでしょうと。でそれをどれぐらい書くか、その残酷さの中で生きていくというのをどれぐらい書くかということで、宮崎駿と高畑勲は大喧嘩になったんですね。鳥馬と呼ばれるですね、馬のような生物に乗ってですね、谷の側道を下っていきます。で、足の元からですね、砂塵がこういうふうに崖の上の方へ流れていきますですね。もう、ここで吹いている風はですね、ただの風ではなくて砂混じりです。山の海や深いからの胞子を吹き飛ばすための砂です。山の海、つまり、この絵で言うと右側ですね、山の上の方からですね、降りてくる瘴気、毒とか胞子とかを吹き飛ばすために、風の中に砂を含ませて、それで吹き飛ばしてるわけですね。で、こう谷をどんどん降りていくと、ユパの前に現れるのはですね、巨大なですね、砂避けの棚っていうやつです。これも絵コンテに解説があります。砂を避けるための棚っていうふうに意味なんですけども、これが途中何箇所かにもあります。棚の下にですね、砂を溜めて、これ、棚の下の方ですね、根元の方からですね、砂煙が上がってるのがわかりますね。つまりこれっていうのは、不快の方から降りてくる砂もありますし、海から飛んでくる砂もあるんですけど、それを一回、この棚みたいなくるくる回転する羽みたいなもので叩き落として下に溜めるんですね。で、海からの風が上がってきた時に、こいつが吹き上げられて、で、不快の方へ吹き戻しすると。これがその風の谷がですね、長年かけて作ったシステムなんです。このウィング部分、羽の部分っていうのは木と布でできてるんですけども、宮崎駿の初期案ではですね、この下に村はあるんだけども、村人は全員村の中に暮らさずに城の中に住んでるという設定も書いてたんですね。で、これは何かっていうと、この砂よけ棚がちゃんとできるまで、完成するまで、機密性の高い城の中に何かというとみんなで逃げ込んでいたと。何かちょっとまずいことがあると、すぐに城の中に全員で逃げ込むために、風の谷の城っていうのはあんだけでかいんだ。村の人の数が500人しかいないのに、明らかにサイズがオーバーな城が建ってるんですけど、それは当たり前でですね、全員が住むことですね。何日か、とりあえず風の向きがもう一回変わるまで逃げ込むことを前提にした大型の宿泊施設を兼ねている。兼ねているから、あの城というのはあんなにでかいんですね。でもそれも、この砂よけの棚ができたのでですね、なんとかですね、常に風を吹き戻すことができるようになったのでですね、その城の中にみんな住まなくて済んでいるので、宮崎駿の初期案の設定は使わなくなりました。ユパがさらに進むと、今言ったですね、砂避け棚が見えます。ユパが見上げながら通ってるんですけどもですね、さっきのカットの構図との差ですね。で、どんどん谷底に降りていっているのがわかりますし、この本当に一つ一つの土台となっている塔が石造りだというのがわかるんですね。で、思った以上に風の谷っていうのは高低差がある谷の底だっていうのはこの絵でわかると思います。巨大な棚板が回転してます。不快の側から流れてくる胞子や砂塵をここで一回叩き落とすのと、同時に海からの風でそれを不快側へ押し戻すっていう、吹き戻すっていう機能があります。この仕組みを思いついてですね、完成させるまで、一体何年かかったかわかんないんですけども、その頃のですね、風の谷のことを考えると、本当にゾッとするんですよね。偶然風が止んだりですね、風向きが変わるだけで村が全滅しちゃうぐらい。だから常にみんな城の近くに住んでなきゃいけないと。だから農作業するときでも風が変わった瞬間に何かわかる仕掛けが必要。つまり虫除けの塔みたいなところに風車を置いといてカラ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 カチカチカチって聞こえた瞬間にみんなが城に向かって一気に何もかも放り出して走っていって隠れなければいけない。そういうふうな状況の中で何世代も何世代も暮らしてたわけですね。でその中でこれを少しずつ積み上げながら作ったと。風の谷の人たちっていうのは風とか水を確保するために働くことを全く惜しまないんですよ。普通にね、ナウシカ見てると、宮崎アニメに出てくる村人ってつまんねえなって思っちゃうんですよ。みんな善良で働き者で、なんかいい人っぽくて、いや、宮崎アニメに出てくる村人ってなんかつまんないっていうふうに思っちゃうんですけども、とんでもないんですよ。なんでみんな働き者なのかっていうと、この風の谷ではですね、怠け者っていうのは生きていけない。存在することが許されないほどに貧しくて過酷な生活なんですね。この棚を作るときも、これ考えてください。この石の塔、この巨大な石の塔って、完成したらそれによって
村は安全なんですよ。でもこの石の塔もこの棚田も何重も何重もあるんですよ。それを一番外側からなんかこう、だんだん作っていく時っていうのは実は一番危険じゃないですか。だってそこに行けば死んじゃう。自分の死ぬのが早くなってしまう。族長のジルですら、お父さんのジルですら、安全な風の谷の中にいたのにですね、わずか1年半で急激に病気が進行して死んじゃうんですよ。でそんな中でですね、砂塵にまみれてですね、不快から飛んでくる一番危険な物質の中で働くって。本当に放射能まみれの原子力発電所の事故の現場でずっと働くっていうふうなことを何世代も何世代も続けないとこれ完成しないわけですね。この棚を作る時もですね、砂除けの棚を作る時も、塔のために石を積み上げた人たちっていうのはみんな早死にしたはずです。みんな若い頃にもう死んじゃったはずです。自分たちが早死にすることを分かりきってて、それでも積み上げ続けないとこんなのできないんですね。で、自分の父親も死んじゃったし、自分も人より早く死ぬだろうし、今自分と一緒に手伝いに来てる小さい息子、その自分の息子も同じだろうと。こういう覚悟を持って働くことを何世代も続けなければですね、こんな巨大な構造物を何重にも何重にも作れないんですね。それをちゃんと作らないと自分たちの孫とかその子供たちもずっと自分と同じように寿命が短いままだと、そう思った祖先たちの犠牲の上にこの砂除け棚っていうのはできている。だからこそユパはこれを通るときにですね、尊敬の目線で見上げながら通ってるんですね。それはさらっと見ちゃうとユパは、おお、風の谷に来た、久しぶりだ、見事な風よけだな、なかなかだっていうふうに思うんですけども、そのユパが通ってきた村々に対して風の谷の人たちっていうのは自分たちが死ぬことを分かりながら何世代も何世代も頑張ってきた結果こんなものを作った。だから今もこの村は守られてるんだっていうですね、かつての人たちに対しての尊敬の目線で見上げながら通ってると思うと、この音楽で盛り上がってですね、ユパ様が通るだけのシーンがすごい胸にグーッときてですね、僕いつもこのシーンでなんかめちゃくちゃ胸にグーッときちゃうんですね。高畑さんが怒ったところでもあるところなんですよ。それを書けよとそれはお前は分かってんだから書けよって言うんですけど、宮崎駿はいや、それを書くとストーリーが進まなくなると、ここはなんかこう棚板がくるくる回っててユパが見上げてるともうそれだけでかっこいいじゃんって、それじゃダメじゃないかっていう民衆を書きたい高畑勲と事件を書きたい宮崎駿っていうのが分かっちゃうんです。だからここら辺はもう僕らが分かってあげなきゃいけないんですよね。風の谷はですね、城の地下500メートルにしか水源がないんですよ。で、その城の地下500メートルから上げた水を割と低い位置にある城からどんどん棚田の上までですね、いろんな風車をですね、使って揚水、つまり水を上げて持ってきて、最後にここまで溜めてるわけですね。だからここから水が溢れ出てる。ここにですね、水の吹き出し口があります。溜まった水の吹き出し口がある。この位置までですね、風車の力ですね、水を持ち上げてるわけですね。で、この高さにいろんな差があるのは、今どれぐらいの水位、水がこの中に溜まっているのか、一目でわかるためです。一列にあったらですね、その高さにまで水があるとわかんないじゃないですか。この高低差がいろいろある穴から水が出てるおかげで、あ、今、この村の貯水量はどれぐらいなんだなっていうのが離れてる人間にも一発でわかると。逆に言えば、この低いところからしか水が出てないときはみんなが水を節約しなければいけない。高いところから水が出てるときは安心だから笑って暮らせると。そういうですね、ものがバッと絵で一目でわかる構造になってるんです。そういうのを説明するために私はこの世の中に存在するわけですからですね、保管システムとして使っていただければ OK です。で、現在はほぼ満水というめでたい状態になります。周りにですね、このブドウ畑があるのがわかります。貯水池を過ぎてブドウの果樹園を通り過ぎると、やっと風の谷の前景、遥か下に見えるのが、下の方に見えるのがですね、もうだからここからも高低差で行くと、100メートルから200メートルぐらいの高低差の下の方にあるのが族長の住む城です。族長というのは高い位置に住みたがるんですね。見渡す高い位置に住みたがるんですけど、風の谷は逆でですね、谷の上に行くほど不快からの胞子が危険だからですね、実は族長が一番下に住んでいるという構造になっています。この風景の中、この風景の中すべてにですね、自然にできたものは何一つないです。
すべてナウシカの先祖たちが生き残るためにゼロから作り上げた土地です。優雅に見える風車もですね、一つでも止まると、この風車が一つでも止まると、貯水湖への供給が止まってしまうんですよ。そうすると果樹園の木も枯れてしまうと、美しい自然に見えますけども、すべてが何十世代ものですね、人たちが死ぬまで働いて作り上げた、もう本当に宝石のような土地なんですね。約束通りですね、オウムのセルが発見されたのでですね、今からちょっと見せます。もうちょっと具体的に言うとですね、昔ですね、アニメショップでですね、セルを売ってたんですね。でセルを売ってたっていうのは、アニメ会社から仕入れたセルをそのまんま売ってるんではなくてですね、売れるものと売れないものを仕分けしなきゃいけないわけですね。で、販売店のいわゆるアニメショップと、その中間にある管理会社みたいなものが、別会社なわけですよ。で、セルっていうのはですね、撮影所から廃棄物として届きます。だから、正確に言うと、例えばナウシカだったら当時トップクラフトって会社が作ったんですけど、トップクラフトがアニメショップに売ったんではなくて、トップクラフトっていうナウシカを作った会社はですね、撮影が終わった後、もうこのセルいらないなとなると、産業廃棄物としてお引き取り願うわけですね。で、その時に中間の会社が、いや、産業廃棄物代を払わなくてもお金がかかっちゃいますから、我が社が無料で引き取りますって。その代わりその中でいいやつはアニメショップで売りますよ。そういうふうに言われるとアニメ会社としては、資金も苦しいですので、いやー、産業廃棄物の処理代払わなくて引き取ってくれるんだったらありがたいわということで、セルをですね、そのまま譲り渡すわけですね。そうすると、中間の会社はですね、その中から、また膨大にあるセルの中の、もう大体そのセルっていうのがですね、つまんないセルが多いわけです。口パクの口だけとかですね、手だけとかですね、そういうのの中で使えそうなやつと背景を組み合わせて、やっと意味があるやつを見つけたら、それをホッチキスで止めて袋に入れて、300円とか500円とかで売ってた。そういう時代の話です。で、そんな中でですね、発見されたのがですね、風の谷のナウシカのセルですね。では一番最初の小さいやつをください。で、今僕ここ、ボール紙の部分触ってますけども、ここから先は、手袋をします。すいません。だからなかなか見せられないんですけども、手袋しないとですね、貴重なものですからここにします。オウムのセルの試作品というふうに呼ばれています。で、これがバラバラのパーツですね。で、一つ一つがわかりますか？塗ったセルを切り抜いてるわけですね。で、こうやってバラバラのパーツ状にしてるんです。で、このセルは、裏から直に書いてます。これだからここに見える絵っていうのは裏から、表側がこういうふうになるんだろうなというふうに想像しながら塗るわけですね。なかなかの職人仕事です。で、こうやって塗ったものを一つ一つパーツを切り出して、バラバラにして、合わせて、オウムの形にするわけですね。では、具体的な動きを見せます。これがですね、オウムが襲ってくるシーンで使われたですね、実物のセルです。大丈夫ですね。カメラ反射してないですね。で、この下の、この黒い部分が引っ張ると、中のですね、この一つ一つの、ごめんなさい。一つ一つの切り出したパーツがですね、別々に動くんですね。では、口で説明するより一回やってみます。大丈夫ですね。上の方ご注目ください。こうなるわけです。ね、ナウシカの動きになってるでしょ。で、これをですね、撮影の時に本当にやって撮るからですね、オウムがまるで生きてるように見えるわけですね。はい。で、今回発見されたのがですね、3種類です。で、一番大きいものを、ちょっとご紹介します。でかいです。はい。これが最大サイズですね。オウムが横向きに移動するシーンです。はい。では引っ張ります。こういうふうになってるわけですね。わかりますか？これでナウシカっていうのをアニメを作ったわけです。で、この下にはですね、すごい細かいゲージと呼ばれるですね、この今のセルの位置がどの辺にあるのかっていうですね、線が引いてあって、こいつを何ミリ引っ張ればどういうふうに動くのかっていうのがちょっとわかるようになってます。で、今ちょっとガタガタ動いているのは、これ本来水平にして撮影する、真上から撮影するものなので、垂直にするもんじゃないので、ちょっと今ガタってますけども、
水平にするとこういうふうにスムーズに動くようになります。ありがとうございます。で、縦位置のやつをもう一回貸してください。さっきゴムで留めてるって言ったんですけども、分かりにくいと思うのでですね、ゴム見せれるかな。ちょっと時間かかっても慎重に触りますね。あんまやんない方がいいかな。これで裏を見るとですね、どういうふうにゴムがついてるのかわかるんですけどもですね、下手をすると壊れてしまいそうなのでですね、ちょっとゴムの部分を見せるのはご勘弁ください。ああ、怖かった。手袋脱ぎますね。ハーモニー処理ってよく言うんですけども、まるでセルの質感と全く違う質感でなんですけど、実はどういうふうに作ってるのかっていうのを知らない人が多いんですね。で、こういうもの僕好きなのは、特撮と同じでですね、アニメって、作る部分で、もうほとんど絵画であったり、動きであったりする、演技であったりするんですけど、時々ね、アニメって工作の時があるんですね。で、その工作の部分が模型心すごいこうくすぐってくるんですけどもですね。